Twitter 死んでたとか、英語しか喋ったらダメってこと？めっちゃ日本語で会話してるの。反応だけは早いから。一気に攻略する方が好きだから、この言語の数はわけわからんな。配信するためだけの部屋だよ。耳が痛くなってくるから。金取るしいないから、予約投稿まで移すから。残り 20GB しかないから、ボールに座ってるよ。悲しいね。いつも同じに見える。俺の過去の配信、見た目変わってないからな。別にいいけど。てか、昨日予約投稿の作業してたんだけど、X めちゃくちゃ読み込み長かったんだよね。多分全員落ちてたんじゃないかな。昨日4時間ぐらいいろんなサービス落ちてましたね。8時から12時ぐらいまでじゃない。配信終わった後も落ちてたからね。クラウドフレア使ってるところすべて、配信サイトは問題なかったんだけど、X は完全死んでた。あの騒動で一番面白かったのが、トレンドに乗ったやつだよね。みんなやっぱああいう障害の時内容つぶやくじゃん。みんな X 死んでたとかじゃなくて、Twitter 死んでたとか、Twitter の名前使ってるから、未だにみんなまだ Twitter って言葉使うんだなって思っちゃった。X って汎用すぎて、検索ワードしてダメすぎる。Twitter くんが一番上に上がってたからな。ああいう障害の時大変なんだよね。Twitter 自体が死んでたら何が起きてるか分かんないから、調べようもないんだよ。大体俺の場合、Yahoo のリアルタイム検索して、誰かつぶやいてんのか見るけど、そこでしか情報見れないんだよね。あれのせいで予約投稿できなかったから、朝とかポストしてるんだけど、今日してないからな。隙間で復帰とかしてたから、そのタイミングで予約投稿したけど、あんなの初めてなんだけど、それで作業進まないから愚痴ってたと思う。俺の配信内容的に何もできなくなっちゃうからさ。のマシンに右手挟んでしばらく使い物にならない。マシンに右手挟むってどういう状況なの？ワンチャン折れたかも。どこに手挟むんだ？インナーサイに右手の薬指、中指挟んで、まだ痛い。インナーサイってまただよね。正式名称はヒップアダクションか。名称違うよね。うちのとこもインナーサイ、アウトサイって名前だけど、アブダブかも。俺もまたやったりするね。まあ、女性が使ってるイメージあるけど、あんま普段しないような動きしてると、本当に筋肉痛を起こしやすいから、意外と刺激入るんだよな。やり慣れてないと、地獄の痛み。それが気持ちいいんだよ。足ってマシーンめっちゃあるからな。普通のスクワットの動きじゃなくて、足の単関節の運動か。テルジムがマシン少ないからあるもの全部使うのが正し。いろんな刺激加えた方がいいね。筋肉つきやすいから。でも家にも環境欲しくなっちゃうな。寒いのが支度がめんどくさいな。そういえばさ、黒髪の写真か。編集できないかな。それはズルだ。なんで黒髪気になるんだ。本物を見たい。画像ないんだけど、前乳首が見たいとかも言ってたよね。長い間乳首について触れていなかったからね。4年前の画像あるでしょ。あなたのタイムラインを遮ることができるなら、そうしたいところだが、残念ながらウェブサイトではここまでしか遮ることができない。それか合成させたらチャット GPT に頼んだら出してくれるんじゃないか。レトロゲームが好きですか？レトロゲームに耐性があるってくらいかな。ゲームが不親切でも楽しめるから、最近のゲームって親切のゲームが多いからね。レトロゲームと今のゲームの違いって親切さだから、例えば昔のゲームはセーブがないとか、確かに、レトロゲームに関してはゲームの仕様よりグラフィックとか音楽が好きだから楽しんでる。だって今のゲームにはないような魅力あるじゃん。今のレトロゲームの良さって文化だよね。限られた容量で作るゲームって綺麗だからね。昔の作品がしょぼいとは思わないんだよね。味があるから HD2D が大好きです。あの作品からドットの素晴らしさを知ってほしいよね。今最近ドラゴンクエスト頑張ってるようだけど、もっと昔の作品知ってほしいな。めちゃくちゃ楽しそうだからやりたいよ。動画編集ばかりだけど、正直俺編集に頼らなくても喋れるから、ずっとゲーム配信でもいい気はするけどね。動画は誰にでも作れるわけじゃないから作りたいけど、もしかしたらすぐにできるかもしれない。いつできるだろうね。これでも編集めっちゃ頑張ってるからな。私は漢字が大好きです。漢字は芸術の一形態のようなものです。漢字好きなんだ。それは逆に中国語とかに行くんじゃないの？英語教師として仙台に引っ越したばかりです。だからまだ全てを学んでいます。東北地方ね。いや、日本は東京から上は行ったことないや。沖縄とか九州は行ったことあるんだけど、方言でわかると思うけど、自分は関西だから、丁寧語で話すようにはしてるけど、地域によって喋り方違うからな。とても冷たい。東京から1時間、田舎から1時間離れたところにいるのが好きです。都会に1時間ぐらいで行ける距離が一番いいな。住みやすいっていう意味ではね。学校にそんなネイティブな人いたかな？そう、語学アシスタントです。誰とも話せないのはとても奇妙だけどね。どういう状況なんだ？外国語を覚える人はその文化が好きな人だからね。日本の高校で働いています。そこで16歳くらいの子供たちに教えています。しかし教室で日本語を使用することは許可されていません。英語しか喋ったらダメってこと？私は英語をしている同僚と一緒に勉強し、その後一人で勉強します。勉強する時間ちゃんとあるんで。教師って忙しいイメージあるけどな。日本で流れる学校系のニュースって、教師が働きすぎてるとか、教師が不足しているとか、そういうニュース流れるんだよね。私は間違いなく米国よりもはるかに多くの仕事をしています。しかし時間を作るために言語を学ぶ必要があります。毎日勉強するの大事じゃん。日本人でさえも日本語の勉強するからな。自分も日々勉強してるからさ、漢字の言葉の意味がわからない時があるから、今でも勉強したりするからな。わからなかったらすぐ調べる。大人になってからも勉強することが多いな。日本人でさえも苦労してる。それ人生、母。今も自分の覚えた言葉で感情表現。まあ、話す上で一番難しいのこれかもしれない。一人で喋り続けることが一番難しいかもしれない。日本人では限られてくるから、それの勉強してるようなもんだよ。まさに他の言語でもそうだけどさ、ひたすら別の言語で自分の感情をスラスラ話していく。やっぱり一人で喋ったりして練習するんだよね。配信してなくても普段から口に出すようにしてるから、あなたは素晴らしい仕事をします。俺が普段やってるのは動画作りだけど、他と違う個性があるとすれば、英語の言語をつけてることかな。英語の勉強できてるわけじゃないんだけど、英語は学ぶのが難しい言語です。単語を知っていても会話ができない人は多いかもね。
多くの日本人は実際に英語はかなり得意で、英語を使うのに緊張してるような気がします。完璧主義だから、下手なところを見せたくないんだろうね。失敗を恥ずかしがってるのかな。それは私が気づいたことですが、誰もが失敗したり目立つことを非常に恐れています。しかしあなたは成長できなければいけないと私は感じています。周り気にしないことだね。この髪色で街中歩くとすごい目立つからね。今は慣れちゃったな。街で唯一のアメリカ人になってみてください。服脱いだらもっとびっくりするかもしれないね。めっちゃ日本語で会話してるな。右上の英語の翻訳いらないぐらい。私はという言葉をよく使います。使ったりするかもね。めっちゃ無意識に喋っちゃってるわ。みんなに分かりやすく綺麗に喋ってるけど、なんだろうわかんない。あれ俺普通に喋れないな。自分の方言わからなくなってきた。これは何のゲーム？この背景に映ってるものか。これゴッホだね。マルチプレイでみんなで作業するゲームかな。今音楽鳴ってるのもこのゲームだから。すげえな。曲は著作権フリーだから、英語の勉強する人もこれ起動したりするんじゃないか？漫画やアニメのスタジオを思い出します。部屋を自由に作れるんだよ。天気とかも変えれたりするし。雨降らしたら効果音が変わるね。コミュニケーションできないね。他のプレイヤー全員ですか？今20人ぐらいいるんじゃない？つまり他のことに取り込んでいる間、あなたはゲームに参加しています。作業用ゲームかな？このゲーム効果音とかもあるんだよ。曲消して波の音が聞こえるな。こういうの聞いたりして勉強するとはかどるから、セミは夏の時期だな。なんとセミたち、日本に引っ越すまでこんなにたくさん聞いたことありませんでした。自然があると虫の鳴き声もうるさいね。彼らは田舎ではどこにでもいます。7月から8月ぐらいすごい聞こえるからな。もう俺はセミの鳴き声よりカエルの声の方がうるさいな。自分が夜に喋ってられるのは田んぼだからね。めちゃくちゃ大合唱するからな。東京に住むなんて想像できないよ。いつもうるさくて。俺が東京に行った記憶は電車がすごい混んでるなってイメージだった。あまりうるさくないかもしれない。俺病気になりそうだな。人が多い場所行くと風邪もらったりするから耐性ないのかもしれない。都会に行った時毎回熱出るからね。都会にしかない病原菌でもあるのかな。それは非常によくあるかもしれません。毎回行くと慣れるんだろうけどね。大学に通ってるのか、それともそのまま就国するのか。それってつまり俺は何歳に見られてるんだ。相当若作りしてると思うよ。めちゃくちゃ運動してるからさ。18、20歳くらいだと思う。15歳って言ってくる人もいるからな。めっちゃ若く見られてるね。あんまりプライベート話してないからね。顔出してたらどっかで情報漏れるだろうと思ってるから、それを待ってるね。顔出しのリスクを知ってみたいからさ、さすがに目立つような容姿してるから、もしあなたが20歳以上ならとても素敵だと思うよ。今はやりたいことやってるだけだから、家帰ったらすぐに配信してるからね。まるところ毎日配信してるから。ライブ配信の履歴見てもらったらわかるけど、5月ぐらいから毎日配信してるね。すごいですね。夢を追いつけてください。ただ、プライベートすぎるんだよね。普通の人はゲーム配信するんだろうけど、俺の場合、裏の作業も配信してるからさ、配信時間がなさすぎてプライベート映してるから、どういうルートで俺を知ったんだ？もしかして字幕が目に入ったのか？えげつない量の字幕置いてるからね。他の配信よりかは精度いいからね。日本語セクションで話し相手を探していたんだ。あなたが私のメッセージを見ることができ、話すのに良さそうだったので、あなたをクリックしました。反応だけは早いからな。作業はしてるけど、そんな作業優先ってわけでもないから、暇な時は作業してるんだけど、本気で作業したいなら配信してないから、自分喋るの好きだからさ、そこは伝わってほしい。いや、どんなコンテンツを出しますか？ビデオで何を話しているのですか？例えば今話してる雑談の内容だって編集できちゃうよね。でもいい感じだ。X は基本的に告知しかしてないね。たまに筋トレしてるかな。ジムにも通っている。これ完全に趣味だね。気に入った？基本的に YouTube を追ってくれたら分かりやすいね。ちゃんと毎日ショート出してるから、毎月動画8本とショート20本ぐらい。これぐらいのコンテンツ量は出してるんじゃないかな。だから作業配信が多いんだよね。多くの労力を費やしているように見えるが、配信よりかは動画とショートメインにしてるね。やっぱ時間ない人向けに作るのが大事だから。あとこの編集自分にしかできないから、10時間か長いな。ゲーム配信するとき、毎日10時間ぐらいやれるんだよね。一気に攻略する方が好きだから、なんか3時間ずつちょろってやるより、ゲームって一気に攻略した方がテンポがいいから、どんなゲームをしますか？ YouTube で動画出してるのは、モンスターハンターワイルズやって、ホラーゲームやってて、で、今ビジュアルノベルのゲームを投稿してるね。基本的に動画の内容フルテロップだから、ライブ配信だったら、ごく最近やったのファンタジーライフかな。これはまだ動画化してないんだけど、君のビデオ見てみるよ。字幕ついてるから分かりやすいと思うよ。まあ、特に面白いのホラーゲームかな。たった1時間で終わるから。モンハンは18個ぐらい動画出してるから長いね。今出してるゲームのシリーズは、これ30個ぐらい作りそうになるから、結構時間かかるね。今年ずっとこれのゲームの編集してるんじゃないかな。あ、でも過去にやったやつ、ドラクエとか、ロマサガとかやってるのもあるね。基本的にアクションとか RPG が好きだね。これ5月ぐらいだけど、この時も編集してるな。あなたがそれをするのが好きなら、それは決して仕事ではありません。俺の動画めっちゃ時間かかってるから、普通の動画作る相場以上に値段かかるんじゃないかな。動画1本1万とかで売ってる人いるんだよね。自分よりそんなに手加わってない動画でさえも。でも俺趣味でやってるから、誰かの動画も無償で編集したことあるから、金取ってないんだよね。今は自分で編集してるけどね。金取るとしたら高いだろうね。熱量があるかどうかだしな。心配しないで。日本語が流暢になったら字幕を作るのを手伝うよ。字幕そこまで苦労してない。作ってるような過程見せるか。なんかシマウマいっぱいいるな。日本語で文字起こししてるから、これを全て英語に変換するだけなんだよね。今の時代って AI 使いこなしてる人が強いから、AI でまだ文字起こしさせておいて、自分で修正していくだけ。AI は狂っている。自分の作業する負担が減ったね。このソフトを使うのが楽しいんだよね。素晴らしい編集。詳しくは動画見てくれたらわかるよ。ブースの間に1本見たんだけど素晴らしかったよ。あなたがプレイしたホラーゲームもいい選択だった。ホラーゲーム好きだからね。ゲーム実況といえばホラーゲームから始まってるから、大体は勉強してるんだよ。俺のリアクションはゲ
ゲームの音声がうるさいからびっくりしてるだけだね。そういうのジャンプスキアって言うんだけど、毎日ホラーゲームするなら違うゲームもできるだろうけど、シリーズものだと長いな。ああいうのも普段この配信の頭にスチーム鑑賞してるんだけど、それで見つけたゲームだね。次にどのゲーム流行るかなみたいな感じで発掘してる感じだね。あれくらいのクオリティ、動画は3日で作れるね。正しく言うと12時間か。YouTuber ってそんぐらい動画に時間かけてんだよね。フルテロップと効果音か。効果音でアレンジするの楽しいんだよね。時間かかるのは目に見えている。本気出したら1ヶ月に10本ぐらい。逆に言うとフルテロップだからショート作りやすいのもあるけどね。でも AI 使ってるから早い方だと思う。多くのことを考えなきゃならない。そもそもあれ半年前作れなかったけど、勉強してる様子も配信したから、今こういう状況になってるね。あのホラーゲームからああいう作り方したけど、モンハンの動画見たらフォント違うと思う。日々こうやって編集してたら思いつくんだよね。実際これ作ってる間にもアレンジとかできたりしてるから、やればやるほど気づきがあるから楽しいやん。どんどん効率化されていくってやつかな。人に教えられるより自分で見つけるのが楽しいから、とても本当の動画作ってる苦労が伝わればいいな。信じてください。それは明白です。自分の一番は継続力だと思ってるから、配信だって毎日やってるからね。一回も休んでないもん。なんでそれができるかって、配信する前に筋トレしてたんだよね。筋トレで生き方を学んだ感じするな。面倒な作業のようですね。でも楽しんでるようでよかったです。楽しくなかったら編集してないから。言ったら、この動画編集自体もゲーム実況してるから、自分が今何考えて編集してるかは話すようにしてる。ここはこういう意図で編集してますよってちゃんと話せるように、喋りながら編集してるね。いいプロセスだ。逆に言うと、動画編集をしてる人の配信って珍しいから、他の人の動画編集見たことなくて、どういうテンションで動画編集してるかわかんない。一つ言えるのは、俺がホラーゲーム編集したやつもこんな感じで作ってるよ。一つのビデオに多くのことが詰まってる。一つ一つちゃんと意図があるから、言ったら演出だよね。一番いいのは過去の自分が記録に残ってるのいいんだよね。それを凝縮させたのが動画だね。この時自分何してたかなって見るのも楽しいんだよ。翻訳が良くなってる。ちょっと早くなってるか。同時に表示させても問題ないね。長く喋りすぎると重なる可能性あるから、少し考えないとな。これがゲーム画面になっちゃう。より早い。まだアップデートあるみたいだから、この言語の数はわけわからんな。画面覆い尽くしちゃってるわ。今日ニュース見てたら観覧車が10時間停止していた。怖い怖い。落雷の影響で観覧車が緊急停止。コンピューターのモニターは何台お持ちですか？モニター4枚あるね。いろんな場所見てるよ。基本的にこっち見てるけど、確か写真上げていたはず。画面4つある。マイクもあるし、椅子もある。グリーンバックだね。それがあなたのセットアップ。デスクトップの環境じゃないかな。これ見たらわかるでしょ。あらゆる方向からライティングが当ててるから。これがちゃんと肌よく見えるのはそれだね。消したりもできるけど。2台のモニターを接続。どんどん増えていったんだよな。机も2つあるんですか？この机そんな使わないかな？これスタンディングデスクだから、これパソコンのデスクだね。この下にパソコンがある。スタンディングデスク。放送する前はスタンディングデスクで勉強したりしてたね。今はもう使わなくなったけど。机買うとしたらメインの机をスタンディングデスクに変えたいな。あの大きな光は目に痛くないのか。直接ライト見てるんじゃなくて、柔らかい光なんだよね。あと高度低いから、もっと強くできるけど、めっちゃ眩しいな。これは目に悪すぎる。明るすぎて青髪じゃなくなるから。コンピューターのモニターから出るブルーライトをカットするために特別なメガネをかけている人もいる。これ 100% カットするやつでしょ。めちゃくちゃオレンジのやつ。使わないけどな。限界すぎるだろ、この部分。机も透過させるために置いてるから。暖房とエアコンあるな。部屋何もないよ。配信終わったら、このグリーンバッグをしまって、あとベッド敷くだけだから。部屋全体がストリーミングに変換されているようだ。配信するためだけの部屋だよね。なんだろう。すごい断捨離してた人間だから、本当に。ミニマリストか。どこで寝る？椅子の後ろにベッドがある。十分なスペースですか？普通の敷布団だと思うけど、畳の大きさがわからない。これを折りたたんでいるだけだね。俺ベッドで寝たことないな。地べたで寝たことしかない。ベッドで寝たことないのか。二段ベッドは寝たことあるかも。このベッドは私にはハードすぎると思う。これ硬いからね。子供用の二段ベッドって兄弟でシェアしてたんですか？これじゃないよ。下に机があるやつ。二段ベッドってか、高いベッドかな。こんなの落ちるだろ。この策信用性なさすぎるんだけど。スウェーデンと人です。確か左上か。なんかアジアの人はあんまり見てないです。珍しいかも。スウェーデンでアジアの人を見ないってことだよね。世界の事情とか漫画とかアニメで覚えるんだよな。特に俺、ジョジョの奇妙な冒険好きだから、ジョジョいいね。いろんな国で戦ってるからさ。僕、ハンターハンター好き。最近更新遅いけど、作者が腰壊して大変そうに書いてるけど、せっかくアニメもリメイクしたのに、もう時間経っちゃったから、もう今の子供たち世代じゃないだろ。もう14年だな。作者の時間感覚おかしいから。でも話が面白いからね。そうだね、僕も最近そうだと思った。日本でめちゃくちゃネタにされてるからね。締め切りが遅い人を富樫病かな？漫画描きたくない病。初めて聞いてる？富樫病の前兆。ネタが思い浮かばない。作品を作るのが憂鬱。それによって作品がはちゃめちゃな展開になる。初期症状。執筆のスピードが極端に遅くなる。末期症状はアイドルのコンサートに足を運んだりする。えぐい。ここに書いてること実話だからな。新しいドローイング機能は使いましたか？その機能がある部屋入ったことあるけど、書いていいか分かんなかったから、部屋によってルールあると思うから、あの機能って言ったら荒らせるからな。作業、撮影、食事、睡眠など全て OK。お家もいいのか？これ映って大丈夫なやつか？モザイクかかってるな。私はその機能の
ある部屋に入った。書いてる人いなかったな。これから先、それをコンセプトにした部屋とか作ってくると思うから。このゲームイラストレーター多いんだよな。大体みんなの作業がイラスト系多いんだよね。ペン入れしてる人いるでしょ。私は製図板に書き、他の人たちは私に返事を書いた。英語でコミュニケーションしたの。このゲームいろんな国で遊ぶからね。何かを買う。とりあえず気になるゲームウィッシュリスト入れてるだけだからね。これ特にいいんじゃないか。メタフィクションだから。メタを取り扱ったゲームは少ないから貴重だろうね。メタフィクションって調べたら、ドキドキ文系部とアンダーテイルっていうゲーム出てきた。つまりメタフィクションっていうのは、キャラクターが自分が空想上の人物であると自覚してるゲーム。そしてプレイヤーに干渉してくるようなゲームだね。ホラーゲームが多いな。違う怖さがあるからね。メタって調べたらメタファーが出てくるな。あのサバを翻訳してるようなものですか。日本語の全テロップで動画編集してるから、ついでに英語に変換してるだけだね。あくまで目的は日本語の字幕をつけること。あのサバのパッチとかあるんですか。それとも字幕だけですか。俺がやってんのはリアクションとか分かりやすくするために字幕つけてるだけだけど、なんかプレイしてる人とか英語でやってる人とかいるよ。韓国語とか英語のモッドとか多分あるよね。たまに X とかで画像を見るんだよね。公式では日本語と中国語しかないんだけど、ファンとかがモッド作ったりしてるんじゃないかな。ちょっといいね。私は簡体字中国語でプレイしたことがあります。もうゲーム終わったの。ゲーム全部終わってるよ。8月ぐらいかな。この時に50時間プレイした。それは昔の話だ。あとは動画編集してるだけかな。結構特殊な配信してると思うけど、お話とかおさらいしながら編集してる感じになってるよね。やっぱ最初にプレイした時と2回目プレイする時とじゃ印象が違うよね。伏線とか分かりやすいから考えてストーリー作られてるなって思っちゃう。それはちょっと特別な流れだ。もうこういう動画編集の配信170回やってんだよ。またあなたはかなり早口だ。これでも遅いけどね。早く喋りすぎると字幕追いつかないから。ゲーム中に登場人物が言ったことも含まれるのですか。それとも UI。とにかくキャラクターが喋ってるセリフと自分が喋ってるセリフを文字起こししてるだけ。ちょっと顔が変わったね。今ヘッドホンしてないからね。ブラックフライデーセールでモニターイヤホン買ったんだよね。イヤホンだとやっぱ楽だよな。ヘッドホンは耳が痛くなってくるから気が経つのも早いもので、もうすぐクリスマス、そして新年だ。日本の12月祭日ないな。クリスマス休暇がある。国によってあるかもしれないけど、日本もクリスマスが休みだった時代があるけど、昔の話か。何か特別なことをするつもりなのか。去年のクリスマスはゲームの配信してたな。懐かしいよ。一応アーカイブもあるかな。その時は英語の配信とかしてなかったな。学校のクリスマスダンスパフォーマンスに参加した。日本は冬休みに入るから学校休みになるんだよな。この言葉は読むことができるんですか。ヒンディー語わからない。でもヒンディー語っていうのはわかるよね。英語だけしかわからない感じ。しかしそれは私の学校で勉強する言語である。11月後半あたり勉強しだして、今字幕7個もあるからな。しかし私はそれを研究していない。アラビア語喋ったらいよいよわかんないな。見て勉強します。今アラビア語になっちゃった。英語しかわかりません。俺もアラビア語はわかんないよ。バッジが欲しい人へようこそありがとう。メンバー、俺のアーカイブ見れるくらいだよ。例えば、この配信のアーカイブ、ツイッチで2ヶ月ぐらい無料で公開してるんだけど、それ以前のアーカイブはメンバーでしか見れないね。基本的にゲーム配信の方を見てほしいから、こういう配信は作業すぎて全部面白くないから公開してないんだよね。だからメンバーの特典それぐらいだよ。にしても毎日6時間ぐらい配信してるから、俺が何してるか分かりやすいと思うけど、こうやって編集してる内容も勉強してる様子全部公開してるから、俺がどうやってこの動画までたどり着いたか、独学した内容まで分かるんだよね。全部追うの大変だろうけどね。タイトルで何してるか書いてるから、まあメンバー安いからね。今んとこ金取るしいないから、動画とかショート見てくれたらそれでいいよ。それは誰なのか、今誰と会話してるか、右上の翻訳見てくれたら分かるよ。同時配信してるから、向こうのチャットの状況を追えるはずなんだよ。誰と話してる詳しくは右上見て、俺がどのコメントに反応してるか分かりやすいから、何のコメント読んでるかちゃんと読み上げるから、あとは解釈してくれ。誰かが YouTube を通じてあなたに話しかけている。それ分かるでしょ。作業してる様子配信してるだけだから、ゲームしたいんだよね。もうこれで今ゲームしてる気分になりながら実況してるだけだから、作業配信ですね。まあでも作業してる中身まで映してる人なかなか少なくない。普通チャット欄とモデルだけだよね。何してるか分かんないと思うから映してんだよね。この後 YouTube のチャンネル開いて予約投稿まで映すから、素晴らしい。ちゃんと伝えたいから、逆にこれ見てたら投稿できるから、誰でも。別に簡単だから、コンテンツ作ることなんてそんな難しくないから、結局やるかやらないかだから、どういう感じやってんのか雰囲気で伝わってくれたらいい。過程を晒す。よく見るのは絵描いてる人か、レイヤー映したりして、ちゃんと自分で描いてるって証明するのに大事だし。こんにちは。今日雑談のショート編集してるね。ゲームの編集とかではない。第146回の配信から編集してる感じかな。ハードディスクが残り 20GB しかないからやばいんだよ。20GB。配信のアーカイブ全部保存してるから、録画しながら配信してるんだよ。配信し終わった後、スイッチからダウンロードするの時間かかってめんどくさいから、毎回配信するときは録画してるんだよね。だからその録画した容量を消さないと。列車の部屋を見つけたんだね。この人が作る部屋はすごいと思う。なんかイラスト描かれてるな。日替わりで作ってるみたいだね。今のところ3日連続でこの人の部屋入ってるんだけど、この部屋が大好きだ。一つ一つはループ映像なんだけど、電柱が通ってるのが細かい。このキャラクターと3日連続で出会っているから、チェーンソーマンのキャラクターだ。もうずっと出会ってるんだよね。これがホストのキャラクター。かわいい。作者が描いてるんだろうね。このゲームイラストレーターが使ってるの多いな。満席のようだ。16人とか。でもたまに16人以上いるよな。ユーザーのアイコンが真ん中まで来てる時ある。バグなのかわかんないけど、16人が限界だろ。たまに20人いるんだよね。僕のツイッチレポートを見たい。ツイッチを振り返るやつか。成績みたいな。X 開いたらみんなポストしてるんだよね。リュウさんのツッコミが見たい。俺の履歴が見たいってやつだね。個人情報だからな。あれって12月はステータスに入らないの？
今見たけど、俺が一番なの。雑談が多いんだ。配信月200時間ぐらいしてるからね。配信回数350回とか言ってるんじゃないか。わからないな。成績見る前に編集してるから、あんまり興味ないっていうのはある。あなたは今年、私が最も視聴したストリーマーです。配信時間だけは長いから、視聴時間は稼げるよね。そういえば、ゴッホのダウンロードコンテンツのことを聞いてます。それってお金払わないといけないってこと？初音ミクダウンロードコンテンツ。コラボするらしいね。マルチプレイに初音ミク同族するんじゃないか。古い曲とか入ってくるな。絶対著作権引っかかるだろう。買いたい。でもインストでいいかな。歌は集中できないよ。ローファイみたいな感じでアレンジしてほしかったな。曲がストリームで再生できない。絶対無理だろうね。今のでも満足してるけどな。X そんな追ってなかったな。シルエットで予告したりもしてるね。ノミネートお待ちしています。チームアワードってあるからね。今年一番起動してるゲーム、このゲームじゃないか。すごいでしょうか。だってもう放置してるもん。ゴッホのプレイ時間454時間なんだけど。聞いてブラックフライデーに新しいゲーム PC を買ったんだ。性能いいとできること多いからな。俺はモンスターハンターワイルズやるために新しいパソコンに変えたかな。前のパソコンは動かなかったから。そうそう。配信も安定したな。前のパソコンだったら字幕表示とかもできなかっただろうね。今もういろんなソフト起動しても買いまくれる。メモリが一番大事だな。32GB とか。そうなんですか。いろいろソフト起動しまくるから、メモリ容量多い方がやりやすいかな。パソコンをどう使うかだよ。ラムは非常に高価になった。多くしといて損ないと思う。最低でも 16GB 欲しいね。64GB はいらないかな。プロのクリエイターが使うようなやつだから、アマチュアレベルだったら 32GB でいいよね。CPU って2つ選択肢あるよな。インテルかライゼンかな。ゲームしたい人はライゼンだろうな。あと新しい PC をセットアップするつもりだ。パソコンはワクワクするよな。最初ノートパソコン使ってたから、今のありがたさがわかる。まあ、ブラックフライデーのお得なキャンペーンで、プレバルト PC を買ったんだけどね。俺が最初にノートパソコンを始めた時に家族用のやつだったんだけど、メモリが 2GB かな。本当に。それで動画編集したから、今の高性能のパソコンに感謝しないとな。3D のゲームとかカクカクだったからな。ゲームやるためだけにパソコン買うのはもったいないね。もっと他のこともできるからさ。FPS やるためにゲーミングパソコン買う人とか友達にいたんだけど、そのゲームに飽きたらパソコンやらなくなったからな。いや、もっと暇つぶしできるでしょって。確かにスマートフォンみんな使うから楽だろうけど、俺未だにでかい画面で YouTube 見たいんだよな。スマートフォンじゃ満足できないね。あまり俺がスマートフォン触らない理由。パソコンの方が好きなんだよね。パソコンの方ができること多いし、視聴体験も音もいいし、画面もでかいし、いろいろ調べられるし、楽しい。最近はそういう考えなくなってきたけどな。やっぱスマートフォンが若い人に流行ってるから、パソコンの方が楽しいっていう考えは古いか。またエクササイズボールに座ってるの。最初の6時間ぐらいは座ろうかなって。最近運動意識強いな。やっぱりボールの方が綺麗に切り取れるから、ゲームするときはチェアに座るよ。あなたが跳ね回ってるか分かったの。ボールに座ってるよ。だって跳ねてるからな。快適ですか？なでじゃないかな。快適かどうかっていうか、腰に不安はないと思う。デスクワークって腰痛める人多いから、これをしておけば言い訳してなくてもいいかなって。背筋伸ばすことだね。もうゲームしてないな。この配信自由すぎるだろ。顔文字。この顔文字何を入力して出したんだ？汗の絵文字か。絵文字が浸透してから顔文字使う人減ったな。自分の昔のポスト見たら顔文字の使用率多いから結構好きだったんだよね。しょぼんとか入力してみたら悲しんでるような顔文字あるはずだけど、しょぼんって入力したら出てくるよ。この顔文字日本で一番流行ってるんじゃないかな。悲しんでるような顔文字かな。言葉にできないような顔文字。これ泣いたりするよね。しょぼん。その顔文字語尾につけとけば万能だからな。可愛く見えるから。泣いたりもできるよ。泣くってあるから。しょぼんが泣いてしまう。このオメガって口としてよく使うんだよな。スマロとは出ないか。ニコニコって入力したらめっちゃ出てくる。あー、口出てきた。顔文字って5チャンネルの文化かもしれない。どうしてまだ起きてるの？作業してるからだよ。この服装がデフォルトになってきたな。前までタンクトップだったもんね。そうだ、日本は冬のはずだ。どこも冬じゃないか。でも左下の砂漠は7時とかになっても日が明るいからな。アフリカとかだと暑いんだろうな。日本はもう夜の5時に暗くなって朝の8時ぐらいに明るくなるのかな。冬と言ったが寒いクリスマスシーズンという意味だ。今年の冬は編集してるんじゃないかな。特に休みとかいうわけでもないし、日本のクリスマスって祭日じゃないからさ。でもテレビ番組とか楽しみかな。運動好きだからさ、サスケっていう番組が好きなんだけど、アスリートの番組か、馬をつつかないでおこう。人間がどれだけ鍛えても熊には勝てないから。でもどこかの国が熊をリンチしてる動画見たことあるんだけど、やりすぎじゃないかなって思っちゃったな。あれが生きるってことなんだろうな。みんな掛け声しまくりながら熊殴ってる動画があるんだよ。結局数で勝つんだなって。僕は熊を倒せるよ。ムチとブレードだ。いや、武器持ってても効かないだろ。猟銃とか使って倒すんだろうけど、日本ハンターとかいるけど仕事しないからな。熊を倒すメリットがないから、最近深夜に配信してるね。他の国にとっては時間ずれてるからいいんだろうけど、日本人はみんな寝てる時間だからな。あまりこの配信どの時間にやっても関係ないからな。仕事が忙しくても一緒にやれるからストリームが大好きなんだ。仕事なのか趣味なのかわかんないな。人によっては仕事に見られるけど、俺にとっては趣味だね。締め切りとか特にないからこうやって自由に喋れるけど、君のサムネイルには慣れているはずなのに、いつも鼻血が出るんだ。鼻血が出るってどういうこと？日本で流行っているようなサムネ使い回してるから、めっちゃサムネあるよ。今までの配信のサムネなんだけど、毎日スチーム鑑賞してるから、どの配信でどのゲーム見たのかわかりやすいかな。ちなみに、ここから自分の画像選んでいた。いや、君のシャツ姿のサムネイルには慣れてるはずなんだけど、未だに赤面してしまうんだ。もう慣れてるでしょ。
俺が筋トレしてる姿も投稿してるからさ、ジム行くとタンクトップの人多いから、今日とんでもないニュース流れたね。何のニュースですか？サウナで人が死んじゃったニュースだね。海外で流れてんのかな？プライベートサウナの個室で、店の整備不良で死んじゃったのかな？それで話題がすごいんだよな。ドアノブが外れて出られなくなったから、ごめんなさい。何がごめんなさいなんだ。深闇申し上げる。悲しいね。原因がすごい問題になってるんだよね。サウナのドアノブが外れて出られなくなって死んじゃったみたいなニュースだけど、私は日本人が人が死んだ時に何を言うのかよくわからない。悲しいって言えばいいんじゃない？謝るというよりかは感情的には悲しいという気持ちかな。それは悲しいですね。悲しいね。サウナのドアが問題だったのかな？俺もよくサウナ行くからわかるけど、中から押したらもう出られるようなドアになってるから、わざわざドアノブに鍵ついてたりとかしないんだよな。ドアノブが壊れてサウナに閉じ込められそれで死んだと。そういう感じだね。公衆浴場っていうわけじゃないな。プライベートだったから誰も助けることができなかったっていう事件だ。ひどいね。非常用ボタンもあるから、それが押された形跡あるみたいだけど、電源入ってなくて何の意味もなかったっていう。つまり、店側の問題だね。非常ボタンがオンになっていなかったんですか？それは過失だから、所有者に対して法的措置を取ることができると思う。今後そういう動きになるんじゃないかな。オーナーは訴えられるべきだと思う。今は謝罪とか出してるっぽいけどね。足の小指を骨折した。物にぶつけて当たりどころ悪いとなるかもな。いや、本当に痛いんだ。小指の痛さはわかんないけど、自分は足を捻挫したことがあるから、ギブスしたことあるね。杖をついて片足で歩いた経験はあるね。腕も骨折したことあるし、かかとの上がった特別な靴を履かなければならない。そして足を休ませる。安静にしないとね、何で骨折するんだろう。小指はよく物に当たるからね。怖いよ。小指痛いよ。誰の足なんだこれ。だそうだな。これは誰でも経験あると思う。打った時は声が出せないよな。まさに私が怒ったことだ。そのイメージ。こんなことで小指打つのか。なんで小指打つんだろうね。感覚がつかめないからなのかな。つま先が後ろに曲がった怖い表現するな。こうやって薬指を使って固定するのか。そして僕のつま先がこの写真のようにテーピングで固定されてるんだ。これだったら経験あるからな。学校の階段踏み外して捻挫したんだよな。そんな軽いことでも捻挫するんだって思っちゃったね。ちょっとしたことでも人間の部分で壊れるんだなって。人と接触しただけで腕骨折したこともあるし、本当に腕に骨が飛び出した一生傷あるよ。それが腕の傷。外で鬼ごっこしてて人とぶつかっただけで腕怪我したからね。昔はやんちだったな。4つ目の翻訳を追加したのか。左下の翻訳？英語は3つあるのかな。左下の小さな文字は何ですか？日付とか時間のこと言ってる？ゲームの時計じゃないの？ちょっと合成してるのかな。デスクトップの背景みたいだよね。下のバランスボールはよくわかんないけど。小さなテキストはその上の大きなテキストと同じソフトウェアの一部ですか？違うね。これはいつもの UD トークだけど、こっちは音声認識字幕ちゃんだね。こっちの方が表示早いのかな。履歴とか正確なのはこっちだけど、漢字見れたり、俺が喋ってる時に表示させてくれるのはこれ。これも UD の話。このテキストの結果が下に現れるね。本当に早い。こっちはみんな使ってるやつだろうけど、たまに失敗するからね。画面うるさいよな。ゲーム画面だとこんな感じかな。この画面なかなか見せないけど、俺がそもそも普段からゲームしてないから、左下と右上と同じソフトが動いてるんですか？一回表示させるか。上のやつは UD トークだよな。右上がチャット。右上はチャットだね。これ黒巻き消せるかな？これよくあれです。なんか左上止まってない？なんか振り仮名出なくなった。なんか止まったわ。下の字幕が動かなくなった。サイズおかしいぞ。何の試合だ？サイズおかしくなった。バグった時はこっち動いてるから。何のゲーム？ UD トークだね。起動するとゲームみたいだね。これ LD プレイヤーだね。たまにしんちゃん出てくるんだよな。ゲームみたいな。UD トークを起動するためだけに使ってる。たまにクレヨンしんちゃんが勝手にインストールされるけど、クレヨンしんちゃんのゲームがあるんですか？たまに入ってんだよね。痛い。それ起動してる間字幕が表示できないから。稲妻アニメも見たことありますか？アニメは一部だけだな。GO とアレスは全部見たけど、初代の方はゲームで内容知っていたからそんなに見てないね。シーズンは素晴らしい。そんなにわかりやすいね。ちゃんと練習シーンとかあるから、何でもかんでもサッカーやろうぜで解決させるから、味方が洗脳されたとしても、ボールの力で洗脳を解くことができる。サッカーやろうぜ。言葉流行ってるのか。口癖のように言うから。面白かった。アレスの天秤のゲームやりたかったな。8年延期したったのが面白すぎるから。サッカー好きですか？自分がプレイするのはそんな経験ないね。陸上系が得意だから、個人種目が得意で、チームスポーツは得意じゃない。本当に。漫画とかでは好きかな。稲妻イレブンとかブルーロックは好きだから、サッカーっていうルールは知ってるけど、ゲームとしては好きだよ。それ言ったら野球も好きだけど、ゲームでプレイするのが好きかな。ブルーロックも好きだ。今やってるサッカーの漫画では面白い。毎週話は気になってるから。あれサッカー漫画よりかは半分自己啓発だからな。そう思うか？サッカー以外にも使えそうな理論ばかり語ってるからな。フローとか話すよね。どうやったら集中するかみたいな。サッカーに没頭するかどうかの話してるよね。いつも同じことを繰り返すのか。字幕見たりとかしてるから復唱はするよね。それが理由ですか？黄色の文字見てるとたまに違う意味になってる時があるから。黄色い言葉？この黄色い文字って日本語を再翻訳したものだから、自分が話した内容とは違う意味になってる時あるよね。本当に。自分方言とかあるから、たまに違う表現になってるよね。標準語を話すようにはしているけど、どの方言？関西弁じゃないか。お笑い芸人とかがよく使う言語だよ。コメディアンがよく使う言葉ですね。本当に。普段から関西の混雑した場所にいるから、配信では普通に話しているんだけど、ゲームやってる時は関西弁で話すことあるよね。こうやって考えられる時は普通に話すけど、このゲームもどっか関西弁で喋ってるシーンあるんじゃないかな。ゲームをストリーミングする時は標準語を話すのですか？いや、ゲーム配信してなくても標準語で話すようにしてる。考えずに喋ると関西弁にはなるけど、ちゃんと考えてから話すようにしてるから標準語になるね。これも関西弁なのかな？でも関西弁って言葉だけじゃなくて発音とかもあるから、発音は関西に近いんじゃない
ないかな。バナナ。地域によって発音が違うんだよね。他地域の日本人は関西弁を理解できますか？慣れ親しんでるんじゃないかな。関西弁は有名だから言葉は知ってると思う。日本のお笑い芸人もよく使ったりするから、テレビで慣れ親しんでいる言語だから、言葉だけは知ってるんじゃないかな。なんでやねんとか。ただ発音までは真似られないんじゃないかな。関西人って日常的にボケたり突っ込んだりするんだよ。ヨーロッパからのご挨拶。ヨーロッパだったらスペイン語とドイツ語今表示されてるのか。どこの国かはわからないけど。オーストリアから来たの。ドイツ語と英語が話せます。オーストリアの標準語はドイツ語なの。僕らはドイツのなんだ。これがオーストリア。こんばんは。ローマ字で書いてるの。オーストリアは特別広いわけではないが、ヨーロッパの中心に位置している。